早速なんですけど、皆さんこういう経験ありますか？レイジを一発撃ったまま、こうやって見てて、こうやって画面をね、アップしたり、引きって、っていう、こういう経験ありません？テキラドムリータ14です。今回はこちらね、手元配信をやっていきたいんですけど、今回のテーマはミスタップを減らすコツというところでね、以前のね、手元配信の時にも少しだけ触れてたんですけど、今回はね、ミスタップをしないような工夫っていうのをね、僕たち結構やってたりするので、その辺をね、共有していこうかなと思います。早速なんですけど、皆さんこういう経験ありますか？レイジを持って、例えばね、食い火展開するじゃないですか。食い火を展開する。オラーって展開する。レイジを一発撃ったまま、こうやって見てて、こうやって画面をね、アップしたり、引きって、っていう、こういう経験ありません？フリーズ打たなきゃ、で、ここ切り替えて、みたいなことしてる間に、次の呪文がどんどん出ていってしまうという、こういう経験ありませんかっていう話なんですけど、結構ね、昔は、しばじもたくさん見ました。最近は結構ね、レベルが上がってきて、やるプレイヤーもね、かなり少なくなってきたのかなっていうところなんですけど、それでもね、たまに見てたりするし、自分もね、たまにやっちゃうんですよ。僕ですらたまにやっちゃうんですよ。これをね、工夫すればね、かわせるので、ちょっと、それをね、ぜひ皆様にはね、プレイ面で習得してほしい。プレイ面ではないですよ。いきますよ。じゃあ次からいきます。このマイクがちょっとここら辺にあってね、すごい邪魔なんですけど、そうだね、俺はここに向かって喋りかける形になるのがいいんだと思うんだけど、適当にクイヒー出します。で、ヒーラー全部出すじゃないですか、これ。もったいないけど。で、この、絶対にミスタップしないように、このヒーラーですね。ヒーラーさんをタップしてあげる。こうすることで、絶対に次のミスタップが起こらないんですよね。例えばちょっとすげえもったいないけど、レイジ打つじゃないですか。レイジ打った後、このままだとレイジが選択されてるので、飛び出ちゃうじゃないですか。それこのヒーラーをタップすることで、レイジのミスタップが起こらないので、セレクターディファレントユニットっていう形で起こられてしまうという状況でね。ヒーラーが打たれてます。ウェイ。一回ヒーラー挟んでから、インビジブル。こうすることで、呪文がもうヒーラーをタップしてるので、他のものに変わらない。さあ、インビジブル。インビジブルはもう切れたんで変更する必要ないですけど、ここヒーラーだったり、クイヒーじゃない人だったらなんだろうな。使い切るユニットって一つぐらい、もしかしたら意図的に用意してもいいかもしれないですね。クイヒーの場合ってヒーラーって結構真ん中ら辺にいるんですよ、こいつ。だから、ユニット部門で左の方でヒーラーも触れるし、右側見てもこのヒーラーを触れるしみたいな、なんだろう。ちょうどいい位置にいるんですよね。なんでね、自分がよくやる編成、例えばレジェンドリーグやってる人だったら、レジェンドリーグで一番ちょうどよくてすぐ消えるユニット、すぐ全部使い切るユニットとかをね、作ってあげるといいかもしれない。そうするとこのミスタップ減らせます。じゃあ今のにね、注目してね、レジェンドリーグ一回攻めていきましょう。いい例と悪い例一つずつお見せしようかなと思うので、とりあえずいい例作りたいですね。悪い例は一つ実はね、手元撮影中に起こってしまったんですよ。お、対策陣ですね。あ、やべえ、すげえずれてる。最悪じゃん、めっちゃずれてんじゃん。ヒーラーをね、触り続けることでミスタップを減らしていくと。はい、というわけでね、気を取り直してやっていきたいんですけど、こちら、別の動画でももしかしたら紹介することになるかもしれないんですけど、今回はタップっていう面においてね、解説をしていきたいと思います。これがね、いいとこと悪いとこが両方出たいいリプレイなんですよ。両方出たんでね、ぜひそれ見てほしいんですけど、ちょっとね、序盤は普通にやります。で、終盤ちょっとね、ミスタップをしてしまうシーンが出てくるんですけど、なぜそうなったかっていうのまで含めてちょっと見ていただければなと思います。さあ、先ほど説明した通り、まずは、今、ボマーにそう。今、アーチャーに切り替えたでしょ、これ。ボマーでミスタップしてしまうと、ボマーを失う損失がでかいので、こういうね、アーチャーみたいなちっちゃいユニットに僕は切り替えて持ちます。クイーンの最初の初動の時も、大体、一発目で出すユニットの時も、大体アーチャー持ってますね、僕。もう絶対ミスタップした時にやばいところに落ちるのが一番やばいんで、
ミスタップしたらやばいユニットっているじゃないですか。まあ、クイーン、ヒーローだったり兵器だったり、そういうのを絶対ミスタップしないように、まあ、アーチャーとか、なんか1枠ぐらいで最悪なんか勝手に出ちゃっても問題ないユニットを選んでます。そうすることで、まあ、最悪ミスタップした時の割合が落ちるみたいなね。さあ、この辺はまず普通にやってますね。インビジブルからのヒーラー。はい、ヒーラータップしました。皆さん見ました。ヒーラータップです。で、まあ、俯瞰で見てあげて、援軍、思ったより近かったと思いつつ援軍処理を行い、これはね、まあちょっとウォーデンゾーとね、ストライカーを巻き込めるようなフリーズ打てれば完璧だったんですけども、これはもう無理なんで、黒くで回避します。はい。もう絶対、ウォーデンゾーとスーパーガーゴイルってね、別々の場所なので、さあ、ここからのウォールレカめちゃくちゃうまいので見てってください。さあ、このままね、タウン前の区画がね、2層、なんかダビー壁っぽくなってるんですけど、これ、で、今ね、フィストを置いて、ここから見ててほしいんですけど、レイジ打ちました。はい。で、ヒーロー進んでますね。空飛進んでますね。で、ラバル展開しました。ウォーデン出しました。で、フリーズ打つか迷ったんですよ。これヒーラーがやられかけてるけど、先に倒せるなって判断で今ヒーラータップしたと思ってるんですね、これ。で、ヒーラータップしてるわと思ったら、ほら見て、3次下。フリーズが出てるんですよ。これがね、ちょっと最後にもう一回なんか、リプレイ的なので載せますね。これで僕、フリーズ残ってると思ってるんで、フリーズ見たんですけど、あれないじゃん。なんでと思って、シングルインフェルノに空飛がやられてしまうと。ミスタップしたことにすら気づいてないですね。なんならこれヒーラーをタップして、もうしっかりミスタップないような状況を作れてると思ったシーンだったので、これがね、これが本当にこれがですよ。逆にヒーラーをタップしてないとこういうミスタップも生まれてしまうのででも結局言いたいことって一緒で、ヒーラータップしてなくても、今のって結局同じミス起きてるっすよね。うん。結局だって画面にタップしちゃってるっていう意味では同じなんで、フリーズをタップしたままタップしちゃってるんですよ。ちょっと遅れた倍速で見ましょう。はい、というわけでスローで見ていきましょう。2分の1倍速にしてきました。さあ、ラバル展開中ですね。で、ウォーデン出して、で、今、タウンホールからヒーラー撃たれてるやんって思ってフリーズかけるんですけど、HP 見て、大丈夫だと思ってやめます。さあ、で、これ今左の親指ヒーラータップしたと思ってるんですよね、これが。で、今悩んでて、ラバル、もう一回なんかタップしたかもっていう動きで、ボマ切り替えたんですけど、これ右の人差し指が当たったのかな？今あんま当たったように見えなかったんですけど、右の人差し指が、どうやら当たってしまった判定ですね。こういうことが起こるんで、絶対にね、ミスタップがないように、ヒーラーに、使用済みユニットをされ、今左でね、ヒーラー去った動きしてるんですよね。で、ボマ、そうか。多分、ガゴと間違えたんかな。ガゴと間違えてタップしてんのかな、今の。はい、というわけで今回はミスタップを減らすコツというところでね、やってきました。いい意味でもね、反面教師的なリプレイがね、取れてたので、ちょっとこれはラッキーではあったんですけど、いかがでしょうか。こういうミスって、ずーっとやってたら、何回かに1回は起こってしまうミスだと思うんですよね。かなり少ないこととはいえ、それでもいつか起こってしまうミスなんですよ。これをね、できるだけゼロに近づけたり、もう絶対に起こさないぞっていう工夫をしてあげないとまた起こってしまうし、よくやってしまうプレイヤーはね、ぜひこれやってみてください。ミスタップってそれだけでそのアタックをさ、失敗にしてしまうぐらいの力があるんですよ。相当でかいミスになってしまうんですよ。これがね、本当にね、もったいない。もったいないからね、絶対減らしていかなきゃいけないことなんで、ぜひね、皆さんも、僕はこういうやり方でやってますが、なんかもっといいやり方だったり、こういうことしてますみたいなコメントあれば、ぜひ教えてください。僕はもうずーっとこのスタイルでやってて、食い火出て以来ずっとこれでやってるかな。ほとんどミスタップすることはないですね。どっちかっていうとなんか別のものをタップしたと思って出しちゃうみたいなことはあるんですけど、芝呪文が出てしまったみたいなことはほぼないんで僕は。なんか今回1本出ましたけど、芝呪文めちゃくちゃ久々にやったぞこれ多分。何年ぶりってレベルだと思うんですよね。ユニットの選択のミスはあるんですけど、
呪文ミス、芝呪文はマジでないから、本当にこれに変えてから精度は上がったと思うんでね、ぜひ皆さんも真似してみてください。ちょっと慣れるまでは時間かかるかもしれないんですけど、慣れたら習慣っていうか、じゃないと手が落ち着かないみたいな感じになって、もう僕はもう何度も押してんの分かっててもずっとヒーラー触る癖がありますね、もう。ヒーラーじゃなくてもいいんでね、別のユニットでもいいんで、使用済みユニットのところ触るっていう習慣をしてあげるといいかもしれません。ヒーローを連打してしまうと、ヒーローの能力出ちゃうんでね、その辺は気をつけて。というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。参考になったなと思ったら、ぜひ、チャンネル登録、黒目共有、等々、よろしくお願いします。というわけで、今回はこんな感じだと思います。チャンネル登録、さよなら。